窒素成分の割合が多い16という肥料を使います。加えてですね、根張りも必要になりますので、動画をご視聴ありがとうございます。はい、のりです。今回はですね、5月の追肥作業を行いですね、こちら、15R の畑の方に来ております。今回のですね、動画をご覧いただくことによって、5月のですね、追肥作業なぜ必要か、どのような肥料を使えばいいのか、そして今回ですね、利用する私の肥料の紹介をさせていただき、ひいてはですね、皆さんもですね、5月のですね、追肥作業を行う場合にどのような肥料を選定すれば良いのかというのをですね、一助になれば嬉しいと思っております。ぜひ最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。私の方のところでだいたい1月2月の方に堆肥施肥、そして3月に元肥、4月から10月の終わりですね、お礼肥をですね巻くまで月に一度ですね追肥作業を行うという状態になっております。そこまで毎月やらなくてもですね、ちゃんとイチジクは育ちますし実もつきますが、私は緑農家でなるべく大きな実をですねたくさん出荷して、それをですね、販売して生活をしておりますので、なるべくですね大きく収量を多くするという目的のために毎月ですね肥料をあげております。今年はですね2月立春ですね過ぎてからちょっと大雪に見舞われまして、1ヶ月ほどですね作業が実はスリップしております。ようやくですね先月4月の方に元肥の方を負けている状態で、追肥がですね1回抜けているって言ったら変なんですけども、できていない状態になっております。そのせいもあってか、もしくはですね雪の影響があったのでしょうか、今年はですねこの時期の芽の出はですね昨年から比べるとちょっとですね芽の出が少ないです。正直言いまして、例年ならばこの時期はですねもう芽かきをスタートさせているんですが、今年はまだしてません。ちょっとねまだ芽かきをするには芽の大きさがちょっと小さいなと。一部ねハウスの方は芽の方が結構大きくなったので芽かきの方はできたんですけど、こういう他の畑ですね、路地になっていると言えばいいんですか、この辺はですねまだですね芽かきができるほど十分なですね大きさになっていないというところになります。で現状ですね、今こちらの畑の芽はこんな感じになってます。現状はですねこんな感じですね。こちらはバナーネになるんですけども、バナーネの場合は結構出てますね。で毎年思うんですけど、バナーネの初動のこの葉の色は若干こう薄いんですね、緑色がね。結構大きくなってますね、こういう感じでね。バナーネドーフィンの方はこんな感じです。今日剪定した箇所で言うと3枚目ですね、出てきてる感じ。芽かきするなら、4枚ぐらいまで出てる方が私はいいかなと思ってます。この状態でもしてもいいとは思うんですが、ここにね下芽があるんですよね、これね。両方ともどうしてもね上芽の方が成長はいいんで残したくなるんですが、これなんか上芽ですね。これはまだ横芽かな。やっぱりね下芽の方をですね生かしたいんで、これもうちょっとね置いておきたいと思います。ものによってはこういう感じなんですよ。同じこれ 1.5 枚、これも一応 2.5 枚なんですけど、指の大きさから見ていただいた通り、3センチぐらいかなという感じで、ちょっとねまだ芽の出が弱いので、ここでスタートダッシュをかけると。5月の追肥で大事なところと言いますと、この時期に葉をですねぐんと大きくさせて光合成を促進させて、6月のね初動に着火し始めるんですよ。6月にね着火した実っていうのが今シーズン一番最初に収穫できる実となります。シーズン最初っていうのがですね、一番変な話お値段がね高いので、なるべくね多くですね出したいっていうのが心情になりますので、できるだけですね多く着火させようと思うと、この5月着火できるまでのですね大きさまでですね急成長させることができるかというのが実は重要になってきます。つまり5月をですね葉越えをですね中心とした肥料をまいていただくことによって収穫するためのスタートダッシュを決めることができるということになります。ではですね、今回私が利用します肥料の方を紹介させていただきます。では私がですね今回5月の追肥で利用する肥料を紹介させていただきます。こちらになります。JA さんよりですね購入しております S604
硝酸入り複合肥料ですね、20キロ。NPK のですね、配合率は16、10、14ということで、合計するとね、30をね、超えておりますので、高度肥料となります。ちなみにこの30ですね、この NPK の合計値が30を超えている場合は高度肥料。30未満の場合は普通肥料というふうに呼ばれます。先ほどもね、説明させていただきました通り、5月のね、スタートダッシュ、葉肥として利用したいということで、窒素成分の割合が多い16という肥料を使います。加えてですね、根張りも必要になりますので、仮成分14という具合の状態になっております。特徴をですね、申し上げますと、この肥料は畑作物用で野菜、園芸作物の元肥追肥に適していますと。この肥料の窒素全量のうち 45% が硝酸性窒素、55% がアンモニア性窒素ですということで、こちらの肥料はですね、今即効性のある肥料という具合になります。施肥量の方はですね、追肥の場合は10アルあたり20キロから40キロという具合の目安になっております。なので、こちら私は15アルの畑なので、1.5 袋、30キロの方を施肥していきます。1本の木あたりにですね、大体ですね、5つかみぐらいですね。私の手で5つかみ。ちなみに私の1つかみっていうのは、大体 30g。正確に言うと 33g だったんですけども、約 30g として覚えていただければいいんですけど、150からですね、160g ぐらいが1本の木に施肥するような状態です。じゃあですね、実際に施肥していきます。で、皆さんね、家庭菜園でやられているとした場合ですと、もちろんこんなに量はいらないので、10、10、10とかね、888のですね、普通肥料をですね、施肥していただければよろしいかと思います。この木あたり数十グラムぐらい巻いていただければ十分かと思います。よし。で、こちらの方ですね、毎年使っているんですけど、真っ白な、本当にね、真っ白な肥料ですよね。綺麗な真っ白なね、肥料になります。よし。では巻いていきます。以上ですね、5月のですね、いちじく畑における追肥作業の解説をさせていただきました。いかがでしょうか。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画は以上になります。次回の動画でお会いいたしましょう。